時間がやってきました。今日はですね、朝ここ史上初のことがいろいろあったんですよね。それでも皆さんには変わりがない一日をですから、起きて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 くださいね。今日もいろいろなニュースがあるらしいですよ。それではニュースです。今日もね、頭の上でガタガタ騒いでいるのは朝ここライブの常連視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。皆さんね、ガタガタ言っていますね。実はですね、今日ちょっともう謝罪がいきなり入っていましてですね、皆さんにちょっとね、Twitter を見た人、私の Twitter を見た人は知っているかもしれないんですけども、ちょっと皆さんに心配をかけてしまって申し訳ありませんでした。実はですね、私この朝ここライブの配信の枠をですね、前の日の夜ぐらいに作っておくんですけどもね、これ今日ですね、作ったのがなんと夜中の3時過ぎ。これ3時過ぎにならなければ作れなかったんですね。何があったかと言いますと、こんな皆さんちょっと心配してね、朝ここライブの枠が夜ないんですけど、どうした？どういうこと？心配、恐怖、死んだのかみたいなね、死亡説までね出ちゃってるんですけどもね、これね、というわけでね、本日の朝ここ実は緊急事態。なんとですね、作成時間がいつもの半分になってるんですね。これ作れるんですかね、半分で作れるんですかね、朝ここライブね。このようにね、画像のスライドをね毎日ね用意しているんですけども、これ大丈夫？何があったんですかね。朝ここライブはね、朝の6時からの生配信ですから、いつかやると想定していたミスというのはいくつかあるんですけども、こちらですね。いつかはね、寝坊で遅刻しましたり、朝6時寝ちゃってるよ人多いですからね。あと時間ミスによる遅刻、これたまにありません？皆さん出かけるんですけど、なんか知らないですけど1時間ぴったり時間ミスってる。なんか思い込んでる。朝6時に待ち合わせなのに、なんか知らないですけど、自分の朝5時の時点でその時間を朝6時だと思っていたり、朝7時なんですけど6時だと思っているなどのありません？ありますよね。たまに稀によくあるこのね、あるやつですね。あと体調不良、配信始める時間になった瞬間にトイレお腹痛くなるとかね、たまにありますよね。朝の体調ってみんなボロボロですからね。あとエア配信、配信の開始ボタンを押し忘れたまま一人で最後まで喋りきる、これよくある。たまにみんなやってるよねこれね、いつかはやると思っているミスはこれを想定していたんですけどもね、これは想定していなかったですね。昨日ですよ、これ桐生ココの5月18日の1日の様子なんですけども、これ気絶してましたよ。これ誰か私に薬持ったんじゃねえのってぐらいにね、寝てましたよね。これウルトラ睡眠しちゃいましたね。起きて、よしご飯食べよう、ご飯もぐもぐ、眠いな、お昼寝しようと思ったらね、なんか次の日になってたっていうね。やばいですよ。でも皆さん、年に1回ぐらいありません？年に1回ぐらいありますよね。金曜日に睡眠寝て起きたら日曜日だったみたいな。土曜日どこ行ったの？土曜日どこ行ったの？たまにありません？ない？私
私1年に1回ぐらいこういう日あるんですけど、ガチでこうやって丸1日吹っ飛ばす。あるよね。いや、ある。いや、皆さんもね、このようにあると言っているので、まあ仕方ないよね。よく慣れて、偉いかな。まあ、社畜の休日なんてこんなことなのではないですかね。そういうわけで、まあ今日はね、ちょっと、作成時間半分なので、効果半分ということなので、これに対し、あそこコピーは、各自足りない分は補うように、足りないあそこ成分今日足りないかもしれないので、補ってくださいね。自分でね、あそこ決める必要があるのではないでしょうか。これに対しさらにあそこコピーは、風呂入りたい、トイレ行きたい。夜中の3時に起きて、やった、あそここうって言ってね、パニックでね、もうしかも丸1日寝ていましたので、風呂とか入ってないんだよね。昨日とか入ってないんだよね。汚いんだよね。でも人間って1日お風呂入らないだけで意外と汚くなるんですね、人間ボディって。ドラゴンボディの時はこんなにならないんですけどね。よく夢小説ですとか18禁シチュエーションでよく監禁ジャンルってあるじゃないですか。監禁ジャンル、あれ可愛い女の子とか可愛い男の子が監禁3日間ぐらい監禁されてってありますけど、もう3日間も人間監禁したまま放っておいたら、大体ね、もう髪の毛とか油まみれでもう汚い、もうやばいことになりますからね。意外とやばいことになるのでね、もうこういうジャンルはやっぱり成立しないんですよね、夢の中でしか。まずいですよ。まずい。よくあるこういうジャンルはね、想像の中だけにしておかないと、実際にやったらね、思ったより汚ねえということをね、皆さんにお知らせしておきたいと思います。それでは次のニュースです。クソザコ速報です。先日配信が予定されていましたこちらのルシアパイセンのみんなのリズム天国、こちらの配信なのですが、なんとですね、ゲーム機破壊により自分も崩壊。これね、予定していたリズム天国を配信しましょうとしたところ、ゲーム機をね破壊して壊れてしまったということでね、壊れたことによりルシア先輩も壊れてしまい、予定されていた配信ができなかったということなんですね。これはまずいですよね。根元からへし折れているような気がしますね、これ。これはこれゲーム機がクソ雑魚なんですかね、ルシアパイセンがクソ雑魚なんですかね、どっちかわからない。この壊れたという状況が、クソ雑魚なのは間違いないのではないでしょうかね。ですがしかしその後マリオカート配信に切り替えましてね、リズム天国はちょっとね機材によりできませんでしたけど、このようにね配信を切り替えることでなんとかうまくいったという気がしましたが、なんとこれまさかの回線切断。これはしかもですね、回線切断のタイミングが神がかっていたのではないかという情報が入っていますのでご覧ください。青コーラマジでなんか構えてんぞ、後ろ構えてる、やばい危ねえ、後ろの人マジで怖え、おっかねえマジでおっかなすぎるよ、おっかないよ、貧乳大好き。いいね、いい名前してんじゃん、ルシアボインボインだけどね、ごめんねボイ。めちゃくちゃいい感じだったんだけど、これはボインボインはさすがに任天堂も受け入れられなかったよ
ようですね。そうね、まあ嘘ついたから、これは大判、これは草、母音母、これはねちょっとねユーザーの方にね編入大好きというね神がかりネーミングセンスの人がおられたということでね、有料の草まで流れてきてますね。あれね、やっぱ嘘は許されないんだよね。やっぱ嘘ついたらこういうことが起きるんですよね。やっぱ弾劾語絶壁なんですよね。というわけでですね、ネタが6時11分にして切れてしまったのでしょうか。そんなことはない、そんなはずはないはずだ。 CM です。When you're turning out, there's no hope at all. 間違えた。But if we just believe, there's no way. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Now I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Wanna miss one smile, I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you, just like this.ガチ恋の方がおられないという感じがしているのですが、大丈夫ですかみんな。あれ見つけられるやろ。ガチ恋なので余裕でね、みんなもうやっぱみんな見えちゃってるのに否定しちゃうんですよね。やっぱ照れちゃうんですよ。アルバムこれ売れちゃいましたね。アルバム予約受付中。買っちゃいましたね。これね、キラーココシーね、歌下手で有名ですけどね、頑張って歌った結果ね、このように CD にね勝手にねされちゃって売られちゃうのもね、ガチ恋ファンがいるからね、需要があるということなのではないでしょうか。それでは次のニュースです。なんとね、才能の無駄遣いがまた起きたようですね。見てみましょうか。実はですね、とあるリークがキルシーコ氏の元に入ってきました。なんと音声分析の結果、
キリオ国士の第1回あそこでの一番高い音は9000 Hz 程度でしたが、最近では4000 Hz 上がって13,000 Hz まで出していることが分かりました。人間の過聴域は約20,000 Hz であり、このまま順調に音がどういうことだよ、音上がんないよ、上がってんなこれ。これもうすでにご老人の方は聞き取れないのでは、私の声。というわけでね、このようになぜか才能の無駄遣いをしてしまった結果、このようなことが分析で分かってしまったんですね。皆さん、これ難しくて分かんないんですけど、どうやら朝ここライブの私の声がどんどん上がっているようなんですね。私やっぱドラゴンなんで、人間の声を出すのがちょっと苦手なので、仕方がないんですけれども、これに対し朝ココピーは苦渋の決断ですね。人類の安全のためにリセットする、というわけで仕方がないですね。やってみましょうか。朝ココライブ第1回の放送を聞いてみましょう。パワーポイントがとんでもないものでしたので、皆さんはあまりにもゲボカワになって気持ちはほわでしたけど、パワーポイントなのでソーラン節にも集中ができないとココさんは言って言いました。そしてそれをこのココさんが天使 A さんに伝えてましたところ、こんな顔の絵文字を送ってくるなどしており、恥ずかしいと言っている様子がさらに可愛すぎるということが起きてしまいました。これは第1回の声はこれぐらいの感じだったようですね。やっぱ高い声ですと早口になってしまう。よろしくない。確かに芸能人などでも早口になっている人は多いですよね。もっと低い。まだこれぐらいですか？これぐらいの声だったのではないでしょうか。なので皆さんこれからやっぱ早口の芸能人の人とか、みんな高い声の芸能人の人とか早口になりがちですよね。それ無理低くすると早く喋れないんですよ。もうちょっと低い。これぐらい逆に出しにくいんですけど。それでは次のニュースです。また上がってきたら教えてほしい。ということですね。それでは次ははーちゃま速報です。速報に先日行われましたこちらの配信、クソマロアンチマロ紹介配信の中で、なんとばあちゃまし縦読みに気づかず、ショックを受けてしまったということなんですね。こちらクソマロとして送られてきてしまったこちらの文章、もちろんこれはツンデレ視聴者による縦読みの挨
すべき文章だったにもかかわらず、はーちゃまし全くこれがわからず、そのまま次に行ってしまったということなんですね。よく見てみますと、はーちゃま大好き、愛されていますね。これ愛されているにもかかわらず、気づかずにショックを受けてしまったんですね。これに対し有識者は、はーちゃまが気づくわけがない。確かにはーちゃま気づくわけないんだよね。気づくわけないだろ全く。というわけでね、やむを得ず送った本人が後からはーちゃまに説明をしなければいけなくなってしまったんですね。そういうわけで皆さんはーちゃまにクソ丸を送りますときは縦書きなどをね、本人に気づきやすいように、横に何でしょう、1行の文章は3文字以内にしていただきたいということをお知らせしたいと思います。それでは今日の天気です。羊子、お前ペンタブを液タブを手に入れたことにより非常に上手くなってきているようですが、ペンキを書くことができないようですね。声がもう聞こえなくなってきた。ご老人に聞こえない声になっているようなので、低くしていきたいと思います。これですね、渡目天気考察おじさんというのが毎日おられるんですけども、これねそろそろ限界になってきているので、渡目氏渡目お前そろそろおじさんたちのこと考えてしっかり天気書けよというわけでね、これねでも限界だよね。おじさんたちも液水滴雨もう限界だよおじさんたち。もうかわいそうだよ。無理して考察しているよ。というわけで今日も皆さん課長域でお送りしました朝ここガエル、楽しんでいただけましたでしょうか。制作時間半分でも頑張ってそれなら急いで作りますと協力してくれました CM 師さん、本当にありがとうございました。そして皆さんおはようございました。今日のパスワードは SHEEP です。おはようございました。Stay on